お互いにいるのに、なんならもうすぐそこにいる。すぐ迎えにいるのに、お疲れ様です。〇〇の件について、こういうことがありました。カタ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 、みたいな、わざわざチャットに書き起こして、連絡を送ると。で、さらに、社外の人間が相手の場合も同じですと。社外の場合は、直接、こんにちは。三笠書房編集部の中西です。今日は仕事が遅い人はというテーマについて、戦略コンサルタントの山本大平先生のこちらの本より解説いたします。早速、仕事が遅い人の特徴の一つは、メールやチャットツールなどの、テキストベースでの連絡に頼りすぎているということです。昨今はメールやチャットツールの普及もあって、これまでリアルや電話などの口頭で伝えていた連絡というのもどんどんテキストに置き換わっていってますよね。確かに便利ではあるし、特に最近は電話でのやり取りが苦手という人も増えてきているので助かっているということもあるかと思います。ただしかし一方で、テキストベースの連絡が当たり前になりすぎて、かえってコミュニケーションにストレスを感じてしまうことはありませんかと。例えば、社内で部下が上司に相談の時間をもらいたいとする。で、その連絡をチャットで送るんですけども、文面の例としては、お疲れ様です。〇〇の件について、こういうことがありました。つきましては、ご相談のお時間をいただきたく、ご都合のいい時に10分ほどお時間をいただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。みたいなのをタイピングして送る。あるいは上司が部下に対して、自分が不在にしている時に部下が資料を提出してきたと。で、上司である自分がその資料をチェックした。でチェックしたから部下に対して、チャットで、〇〇君お疲れ様。例の資料をチェックしました。打ち合わせしましょう。今日の何時などいかがですか？どうですか？みたいな連絡をチャットで送る。大企業でフロアが分かれてたりするんだったらまだいいんですけど、別にそういうわけじゃなくて、同じフロアの小さなセクションの中にお互いにいるのに、なんならもうすぐそこにいる。すぐ迎えにいるのに、お疲れ様です。〇〇の件について、こういうことがありました。カタ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 、みたいな、わざわざチャットに書き起こして、連絡を送ると。それって、たった一言、隣まで行って口頭で伝えれば済むことまで、わざわざテキストに書き起こしてチャットを送ったり、また込み入った相談事を長い文章でダラダラと説明しようとしたり、考えてみてください。ちょっとした進捗報告や同意の返事、軽い感謝の言葉、口頭で直接伝える方が早くないでしょうかと。つまり口頭で伝えれば一言で済むところも、チャットに書き起こそうとするとその何倍もの時間がかかりますよね。その口頭で伝えれば、〇〇部長お疲れ様です。ちょっと例の件について本日お時間いただけないでしょうか。これだけで済むものをチャットに書き起こそうとすると、まずチャットのアプリを開かないといけないですよね。で、その中から DM の欄から、部長の名前を探して、で、やっとチャットを書き起こし始めると。タイピングもそれなりに時間かかりますよね。で書き起こして、で、送ると。これをするまでに5分前後かかったりしますよね。長い場合だと、10分弱ぐらいかかりますよね。しかも、込み入った事情まで伝えようとすると、例えば、10分ほどお時間いただけないでしょうか。で、その後に、ただ、私は本日の何時と何時には先約があって、ちょっと難しいです。ですので、それ以外の時間帯でとか、まだこれも込み入ってない方かもしれませんが、もっと込み入ったようなことを一度にチャットで伝えようとしたら、その書き起こすのだけに10分以上かかっちゃいますよねと。10分以上もかからないかもしれないですけども、かなり時間がかかっちゃいますよねと。日々の業務連絡であれば、メッセージは即時に伝わる口頭の方が簡単に済む場面が多く、長文で説明する必要はありませんと。しかもチャットは長文にすると誤解も生じやすく、トラブルの元にもなりやすいと。要はチャットに頼りすぎず、口頭のコミュニケーションをもっと取り入れていきましょうよと。取り入れていくというよりも取り戻しましょうよということですよね。で、さらに社外の人間が相手の場合も同じですと。社外の人間の場合は直接会いに行くというわけにもいかないので、電話ということになります。電話でスピーディーに済ませるということで、例えば、直接会って打ち合わせをすることになったと。社外の A さんと。で、そのスケジュールの調整をメールでする。A 様お世話になっております。中西ですと。例の打ち合わせの件について、スケジュールのご相談のご連絡です。
明日でご都合の良い時間帯はありますでしょうか。場所はご指定いただければどちらにでもお伺いいたします。ご確認のほどよろしくお願いいたします。中西みたいなメールをまずは1通目として送る。A 様に送る。A さんに送る。じゃあ A さんからメールが返ってきますよね。ご連絡をありがとうございます。明日であればいつでも大丈夫です。場所については御社にお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。みたいな。じゃあこちらとしてはまた A 様ご返事をありがとうございます。では、例えば何時などはいかがでしょうかみたいなメールをまた送る。じゃあまた相手から、はい、大丈夫です。よろしくお願いいたします。みたいな連絡が返ってくる。ではこちらはまたご承諾いただきありがとうございます。では場所は商社でよろしくお願いします。わざわざご足労までいただき恐れ入ります。当日はエレベーターで何階まで上がっていただき、内線でこの番号までお呼び出しください。うんぬんみたいな。これでもスムーズにいった方とは思うんですが、などと何往復もの情報のやり取り、ラリーをテキストだけのコミュニケーションでやり合うなど、正気の沙汰ではありませんと。つまり今みたいなスケジュールの相談だって電話ですればものの5分ぐらいで終わっちゃいますよね。ただメールでやっちゃうといついつはどうでしょうかとか、大丈夫ですとか、いやちょっとあいにく戦略がとか、じゃあいついつは大丈夫でしょうか、それでどうぞよろしくお願いします。場所はとかやってるとやっぱりかなり時間を食っちゃいますよね。というわけでメールのラリー、チャットのラリーが続く内容はそもそも連絡手段の選択を間違えています。テキストで済む連絡というのは Yes or No の返事で済む簡単なやり取りではないでしょうかということで、まとめると社外の人間が相手であっても電話、つまり口頭でやり取りする方がスムーズに進むことが往々にしてあるのですということですね。さらに言うと、ここぞという時には会って直接話すに勝る方法はないですよと。直接会うと、声色や息遣い、表情、間合い、空気感といった非言語コミュニケーションも生じますよね。またその資料をその場で広げたり、あるいはホワイトボードを活用してちょっとイメージを共有したりなどもできますよねと。電話とか会話が苦手という人もいるかもしれませんが、そんな人こそ普段から会話を積極的に使うようにして会話筋肉を鍛えておく必要があるのではないでしょうかと。連絡ツールを正しく選択することでストレスから解放され、かつ仕事がスムーズに進むようになりますと。まとめると、チャットツールに頼りすぎるとかえって仕事が遅くなる。解決法としては口頭のコミュニケーションを重視するということでした。以上、山本大平先生の情報の捨て方という本より紹介でした。で最後に山本大平先生がどんな方かというのを簡単にご紹介すると、大学時代は有機化学で分子生物学を研究されていました。で新卒でトヨタ自動車にエンジニアとして入社されます。そしてその後テレビ局の TBS にマーケティングプロモーション担当として越境転職されます。でさらにその次にコンサルティングファームのアクセンチュアに戦略コンサルタントとしてまたしても越境転職されました。そして現在は戦略コンサルタントとして独立されてるんですけども、そんなトヨタ TBS アクセンチュアを経て確立した戦略コンサルタントの実は余計なものを手放す方ということで、今回はその実は余計なものがチャットということでした。そんな山本先生のですね、バズってるインタビュー記事を動画の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。このチャンネルはまだまだ垢抜けませんが、毎日配信頑張っておりますので、明日も夜の7時、19時頃に見に来ていただけるととても嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日となりますよう、いってらっしゃい。で、最後に、じゃあこの目先の